どうも時丸です。これまで歩くことによって自分自身は結構救われてきたなと思います。しみじみ思う。で、日々歩いてるわけですけどね。で、ちょっとショート動画で僕がだいぶ昔に作ったやつを切り出してるのがあって、で、ミニマリストっていうのは散歩ばかりしていると。で、それはあまりにも物を減らして、暇になってやることが散歩しかなくなるからだと。で、やることがなくなったら結構人間って頭おかしくなっちゃうんで、僕も頭おかしくなっちゃってるんですけど、うん。頭おかしくなるから、自分自身をこの世界にね、つなぎ止めておくために散歩をしなければならないって、そういう話してるんですよね。で、それに関連するようなことで、最近海外のポッドキャストを聞いてて、脳科学とか精神科学の分野での人が、そう同じような話をしてて、で、人間っていうものから歩くっていうことを手放すっていうことは、メンタルヘルスを手放すっていうことと同じことだと。そういう話をしている人がいたんですよね。で、これはつまり、やっぱり歩くっていうことが精神衛生上というか、メンタルにものすごく大きな影響を与えているってことで、で、人間というものがそもそも地球に誕生してからね、二足歩行で、歩くっていう動物なので、その歩くっていうことを封じると、やっぱり何かがおかしくなるんだと。それは体だし、あるいは精神。精神を病んでしまうと。で、裏を返せばね、だからつまり歩くだけで、そのメンタルは常にいい状態に保っておけるっていう話だと思います。で、これはもう自分の中の実感としてもあって、やっぱり歩くと、単純に気持ちいいですよね。外の空気を感じれる。そして太陽を浴びれると。で、それによってビタミン D が生成されてとか、いろんなその化学反応が多分体の中であると思うんですけど、なんか、実感として思うのは、やっぱり何か嫌なことがあったりとか、した時に、1時間とか2時間の長い散歩をすると、それだけでスッキリするっていうことがまず一つある。であとは何か自分でもやもやと考えていることとか、悩んでいることとかある時に、1時間とか2時間の散歩をすると、ふとそれで考えがまとまったりします。それは歩いている最中だったりとか、で、戻ってきた時かもしれないし、で、そういうわけでね、歩くっていうのはものすごいことだなってつくづく思うんですよ。で、僕が昔からね、好きなよく話しているエクストリームミニマリストの先輩のね、クレイグっていうやつがいるんですけど、アメリカ人のミニマリストで、Life According to Craig っていうチャンネルやってたんですけどね。で、彼はもうチャンネル、あまりにもミニマリストなんで、自分のチャンネルさえも消しちゃって、今、失踪してるんですけど、で、ネスカフェのインスパイアとか、歩くことのインスパイアは僕結構彼から得ています。で、彼が言ってた中で印象的な言葉は、で、彼も結構その歩くことについてよく語っていたんですよ。で、その印象的な言葉、今思い浮かぶというか僕の中で記憶に残っているのは、何か嫌なことがあったら、とかもう、ムカつくことがあったら、とにかく散歩しろって。で、1時間とりあえず散歩しろと。で、1時間散歩して帰ってきて、まだイライラしてるんだったら、もう一回散歩しろって。こういうことをクレイグは言ってたんですよ。で、これすごい面白いなっていうか、的を得てるなと思ってて。だから、とにかく1時間歩いてみて、で、それでも解決しなかったら、もう1時間歩きに行けって言ってるんですよ。で、これはね、本当に効果があると思ってて、ただ、やっぱり問題は暇じゃないとできないってことです。そんなに散歩ばっかりしていられないでしょ、普通は。で、やっぱり散歩って言うとね、暇なんだなとか思われるじゃないですか。で、プラプラしててね、仕事もせずにね、僕なんかもよく、思われますよ。東京なんでね、そんなに目立たないですけど、でもやっぱりなんて言うんだろう。東京でも割と田舎とか地方の都市たくさんありますよね。ちょっと離れた、都心から離れたようなところに行くと、いわゆる家族世帯というかな、ベッドタウンっていうのかな、つまり。その通勤のために働きに昼は出ていて、で、夜だけみんな帰ってくるような街って結構あるじゃないですか。そういうとこにたまに行ってプラプラ歩いてると、多分ね、
昼間っからなんか中年男性はプラプラ歩いて、ちょっと怖いわねとか、なんか子供がいたらね、そのプラプラ歩いてるおじさんあんま見ちゃダメとか、目合わせちゃダメみたいな、そういうところも結構あるんで、なかなかこう、歩くとか散歩に対して、結構世間の目っていうのは、思うより厳しいなって思うんですよ。だから、でもそれっていうのは人間の本当にその自然な行為というか、これまでね、だからその歩くことを手放すってことはメンタルヘルスを手放すことと同様だっていうところに通じるんですけど、やっぱりその人間的な行為を、根源的な行為であるっていうこと、それを封じるっていうのは、結構嫌な世の中だなって思うんですけど、でもそれは、しょうがないところはあるね、やっぱね、でもね。やっぱりこう、物騒な世の中になってきてるんでね、今通り魔とか、いろんなこう歩いてていろんな事件に巻き込まれるみたいなところもあるんで、やっぱりそのプラプラわけわかんないやつが歩いているっていうのは結構怖いところがあると思います。だから僕もなるべくこう怖がらせないように、結構河川敷とかね、例えばこう自然の中とかをなるべくね、歩くようにしてるんですけど、でもやっぱりこう、歩くんだったら自然の中の方が良くて、で、これも、またこう違う効果というか、都市部とか街を歩くこととはまた違ったいい効果があるように感じていて、で、それは結局山に入るっていうことになるんですけど、なんか僕がでも最近その東京を歩いてて思うのは、最近でもないけどね、昔から思ってることは、なんか一歩その家の外に出てしまえば、もうその時点で冒険が始まっているっていう意識。で、結局そのバックパッキングとか山に入るっていうことは、その家に出る一歩から始まっていて、で、その一歩が連なって100、1000歩、1万歩っていうなるにつれて、結局それがこう山のハイキングっていうか登山になるわけで、だから歩くっていう行為は、そこまで繋がってるんですよね。なんかそういうことも結構考えていて、だからどんなに遠くに冒険に行くとか、旅に出るとか、そういうことであっても、必ずその始まりの一歩っていうのは自分の部屋を出ることから始まる。自分が安全であるテリトリーを一歩出ることから始まると。そういう意味で、歩くってことは、いくら激しい冒険とか楽しい冒険がその先にあるとしても、すべては小さな部屋をね、このホワイトボックスを出ることから全ては始まるんだと。で、その行為としてやっぱり歩くっていうことがあるっていうこと、そういうことを考えたりしてます。あとは、歩くっていうことは、すごいね、これまでいろんな偉人たちがやってきたことで、ヘンリー・デイビッド・ソローとか、あとルソーとかね、歩く人でしたね。で、あとはスティーブ・ジョブズもそうでしょ。で、あとガンディとかもそうです。なんかその過去のね、偉大な人たち、あとマーティン・ルーター・キングとか、偉大な人たちっていうか、こう、いろいろこう発明家とかね、何か新しいことをした人っていうのは結構歩いているんですよ。歩く人が多くて。で、その歩きながら考えたこととかを文章に残していたりとか、で、散歩しながらこう、行ったことが、後に偉大な発明になったりとか、そういうことがあったりします。だから結構、そのようにこれまで歴史上のなんか人たち、革命を起こしてきた人たちもかなり歩いている人が多いってこと。これはちょっと偶然もあるだろうし、なんていうか、こう、バイアスみたいなのももちろんかかってはいると思います。生存者バイアスというか、結局残っている人っていうのは、を辿ってみればみんな散歩してたよってことだとは思うんですけど、で、それによってね、自分も散歩してるからといって、この時丸田中が、決して、その、偉大な人物とかって言いたいわけではないんですよ、僕は。なんか、その関連性っていうのは自分の中でもまだ見つけられていなくて、その歩くこととの。でもね、やっぱりこう、歩いていると、その考えがまとまるなっていう感覚はあって、で、あとそのひらめきみたいなものが出てくるとか、で、ミニマリズムっていうものも、それによって加速しているなって感じることもあります。で、いつも話しているように、そのバックパッキングっていうのは全てを背負って歩くっていうことなので、自分の持ち物を全て背負うと。で、その中で歩くっていうことは、つまり、生きてるものを全てね、生きるために必要なものを全て背負うってことは、それ以外は不要だっていうことにたどり着くんですよ、最終的に。で、その感覚っていうのは1時間とか2時間とか歩くだけでも結構十分に得られることで、
なんかこう歩行しているリズムとか、なんか持っているものとか、その時に身につけているものとか、なんかこう来る日差しというかね、こう太陽とかを見た時に、もうこれだけで自分はいいなって、なんかふとなんかこう、すごいなんと表現したらいいかわかんないけど、なんかハッピーな自然な感覚っていうか、嬉しい感覚っていうか、満たされてるような感覚が出てくるんですよね。で、それは5分とか10分の歩行では得られなくて、で、やっぱり1時間とか2時間とか、結構もう飽きるぐらい、で、足がちょっと痛くなるぐらい、で、もういいだろうって、ちょっと疲れるぐらい歩いた時にふとね、そこにこうたどり着く過程の中でふとね、出てきます。なんかすごくこれだけでいいなって。で、これいらないなとか、そういうことを思います。で、僕もそれで結構ね、これどうしようかなみたいな時、まあこれ捨てるか捨てないかみたいな時を考える時は結構歩くんですけど、で、歩いた後には大体答えが固まるんですけど、で、それによって自分の、活動とか仕事とかを減らしてきました、これまでも。で、まあもちろんそういう、こう減らすっていうことにも役立っているし、あとは、借金を減らすとかっていうね、話もね、過去に歩きながらしてる動画あるんですけどね。で、今ちょっとそれを思い出したんですけど、だからその、借金を減らしていくのが一番最初にまずやるべきことなんじゃないかなって、自分の時間とか自分の人生を取り戻すためには。で、まあ、それはまあ、借金ってまあいろんな借金がありますけど、大小ね。なんか、大小あるし、まあ、いろんな種類があるじゃないですか。まあ、クレジットカードのリボルビング払いも一つの借金だといえば借金だし、住宅ローンっていうのも借金だし、一つの。だからいろんな借金があるんですけど、とりあえず、僕は20代の頃に、僕も借金をしていたんですよね。で、結構まあ僕の場合はそのカメラマンとしてずっと活動してたんで、やっぱりその若い頃っていうか20代の頃、駆け出しの頃は全然機材も買えないし、スタジオ代も払えないみたいな感じで、なんかね、もうとにかく撮影するのってお金かかるんですよ、すごい。で、まあ機材だけなんか最初揃えればそれで活動ができるっていうふうにまあ思われてはいるんですけど、やっぱりその機材っていうのはどんどんアップデートされるし、で、新たなね、機材が出てきたら、それを試してみたりとか、で、もちろん使っているものが壊れたりとか、で、撮影の内容によっては新たな機材を入れなければならないとか、そういう状況が発生して、で、とにかくそういうので、リボルビング払いとかクレジットカードの借金をしてたことがあって、で、本当に20代の半ばぐらいですよ。社会人になってすぐ、まあ、アシスタント時代ですかね、だからね。で、そういう時に、やっぱりこう、その重荷というかね、そういうものにやられていたんですよ。で、やっぱりこう、返しても返しても、結局その自分が圧倒的に稼がないとそれを返せないっていう状況が分かって、で、そこでミニマリズムと出会って、で、一番最初に行ったことっていうのは自分の借金をまず全てクリアにするっていうことなんですよね。で、それからまあ結局その車もう一括で買わないと買わないとか、あとカメラとか、スマートフォンとか PC とかも、ローンとかを組まないっていうね、一切。で、これはまあ、良し悪しあって、もちろんその、ローンとかを組んで、金利が安ければ、それでレバレッジをかけられて、で、自分の仕事とか収益がブーストするみたいな方向に行くこともできるんですけど、もちろんその方向は分かってます。僕自身も。まあ僕自身で事業を今やってるんで、その、必要なレバレッジへの投資っていうのは、だからまあ借金ではなくて投資として考えるっていうことは重々分かっているんですけど、でもそれを分かっていながら、あえてね、組まないっていう方向に入ったんですよね。で、それはだから自分自身が20代の頃に借金をしていて、で、そこから解放された時に圧倒的な自由がやってきたからです。で、それはこう、歩きながらね、その時もね、考えたんですよ。むちゃくちゃ歩きながら、自分は、もしそのローンとか借金が一切ない状態だとしたら、どんなに自由なんだろうかって。で、その時はもうもちろん時間もなかったし、収入も全然今よりもうなかったですけど、でもやっぱりその、借金が一つ減るってことは自分のね、なんかこう自由度が一段上がるんですよね。で、もちろんそれから、その金利とかがなくなるんで、自分の資産とか収入の蓄積みたいなものがようやくできるようなフェーズに入っていくと。まあそういうわけで、まずその借金を手放すみたいなところを歩きながら考えたりもしました。で、この間はね、直近だと、やっぱりまあ、直近も歩いてるんですけど、まあ一つあれですね、
一つフェーズとしてあるのはやっぱコロナ禍ですね。コロナ禍で自分自身のその歩くことに対する考えがまたね一段変わったんですよ。そうだから、これまでだからその20代に一回その借金関係で変わって、でそこからこう山とかミニマリズムに出会ったっていうところのフェーズと、であとは最近コロナ禍になってからみんながそのロックダウンして部屋の中に閉じこもってるような状態になった時で、その時にひたすら歩いたんですよね。だからこれもう今もう割と最近なのでね、2020年からのことなんで、20年、21、22、23、多分23年か4年ぐらいまでロックダウンみたいな感じだったんで、だいたい3年から4年間、この間にむちゃくちゃ歩いてましたね。で、一番健康だったんですよ。なんか、そのコロナ禍の時が僕は一番健康だったと思っていて、で、もちろん最近も同じくらいのレベルで健康なんですけど、なんかね、とにかくそれは、やっぱ歩いていたからなんですよね。で、やっぱり運動不足になるじゃないですか。で、リモートワークとかになって、で、自分はその撮影の仕事してたんで、撮影の仕事もいろいろ飛んじゃってね。で、時間もできて暇になって、で、もちろんそれで収入もガクッと減ったんですけど、歩くことだけはやめなかったんですよ。で、むしろ、歩くことをそこでこう再発見したというか、この東京の中をどんだけその歩きで移動できるかみたいなことをやっていて、で、多い時は本当に3時間とか4時間とか、これ完全にバカというか、暇人みたいな感じだと思うんですけど、なんか本当に、そこでこう東京中をいろいろ歩いてみて、で、そこでようやくなんか歩いてどこまででも行けるんだなっていうことと、意外とその東京というのは、パリみたいに、パリよりは規模が大きいけど、歩ける都市なんだっていうことを再発見したんですよね。で、東京タワーから、新宿渋谷まで全然歩けるし、で、逆にその中央線の新宿あたりから、新宿池袋あたりから西の方ね、吉祥寺とか、で、ちょっと頑張ればかなり遠いけど立川とかまで行けたりとか、そういうことを、そのコロナ禍の時に発見して、で、あまりにもその移動がきつすぎて、で、やっぱりその移動すると、結局自分の家から歩きまくると、自分の家に戻らなければならないっていうことが発生するんですよ。で、これもちろんだから往復で考えなければいけないんですけど、僕はもうその時、なんかもう狂ったように、だからもう歩き中毒みたいな感じになっていて、とにかくどこまで歩けるかみたいなことを自分の中で試していたんですよね。で、それは山に入るトレーニングみたいなところも一部あったんですけど、でもその歩きでどこまで行けるかみたいなその好奇心みたいなもの。で、その電車とかタクシーとかバスを使わずに、この東京という地形を自分の中でもう一回マッピングしてみようみたいな感じで、で、ひたすら歩いたんですよ。で、戻ってこれずに、その歩いた先の目的地のホテルで泊まったこともあります。で、これ、ほんとバカなんですけどね。だから、もう暗くなっちゃって、で、これから戻るのだるいなと思って、でもなんか自分の中で電車を使うっていうことはなんか許せなかったんですよ。電車を使う気に全くなれなくて、で、そこで一泊して、で、またそこで朝から歩き出すみたいな、そういうことをやったりしました。で、なんかそこでね、すごく歩いて、で、そこからエクストリームミニマリストみたいなスタイルに入っていったんで、やっぱりまたね、そこで歩いたことが自分のミニマリズムに深く影響を与えたんじゃないかなって今思いますね。で、ついね、最近、一昨日ぐらいかな。一昨日ぐらい、久々にそういうちょっと東京都内歩いてみようと思ってロングウォークしました。3時間ぐらいかな、2時間半ぐらいかけて、11キロですね。11キロを歩きましたね。で、11キロを久々に歩いて、で、なんかその時は僕がなんか昔住んでた家が近くにあって、いや、これほんと偶然なんですよ。歩いていたら、ちょうどね、自分がなんか見覚えがある交差点に出たんですよね。で、ここもしかして自分のあの家じゃないかなと思って、本当に20代の頃に住んでた家です。で、そこの、まさにそのストリートだったんですよ。で、これ本当偶然そこにたどり着いたんですよね。違う目的地に行こうとしてたら、偶然そこにたどり着いて、こことここが繋がっていたんだっていうのがまた新たに気づきが出て、で、実際、ちょっと自分の前の家に行くには寄り道する必要があったんですけど、でもあえてね、そこを一回ね、自分の家に行ってみて、本当に自分の家があるかっていうのを
住んでた家があるかっていうのを一度確認しました。これ結構こういうことやる人いるんじゃないかなって思うんですけど、なんか自分がその当時住んでた家っていうかマンションをとかアパートを再び訪れるっていうのは、なんか結構不思議な感覚で、自分自身のなんか亡霊を見ているかのような、なんか過去をたどるっていうか、で、やっぱその場所に行くと結構いろんなことを思い出すんですよね。なんかその当時のこととか、当時考えていたこととか、当時のものすごく悩んでいたこととか、持っていたものとか、そういうものをすごく思い出して、でもなんかあまりにもこう長居すると、そこに引きずり込まれそうだったので、そこで一枚だけね、そのストリートの、自分の家を含めたストリートの写真を撮って、で、そこからまたウォークに戻ったわけですけど、なんかそういう、ちょっとこう歩いていると不思議なことが起こったりします。これはもう、結構だからいろんな不思議なことが起こりうるなっていう、なんかちょっとこうマジカルなところとかこう精神的なところにこう入っていく、なんか瞑想的なやっぱり効果が生まれてくるんですよね、長く歩くとね。で、それ偶然かもしれないですけど、僕はそういうふうに、自分が住んでいた街とか交差点、そして家にたどり着いて、そこで過去の自分ともう一度向き合うみたいな時間を、本当にまあ5分とか10分でしたけど、体験してまた戻ってきたっていう風な感じです。だから、まあ、おすすめっていうわけではないんですけど、なんか、まあ、今更感がありますけど、歩くっていうのはいいなって。で、人間っていうのは、まあ一番最初に話したように、人間を手放すことになると、歩かないってことはメンタルヘルスを手放すことと同じなので、人間性を手放すことと同じだと。だから逆に言えば人間性を取り戻す、今日も人間をやりますっていうところで、人間をやっていくにはやっぱり歩くっていうことが大事なんだなと、そういうことを考えました。今日はね、今日は僕は歩きじゃなくて走ってきたんですけどね。で、走ることもね、結局その歩くことの延長線にあると思っていて、歩くことのスピードをこう上げてって、で、地に着地するタイミングが、こう速くなれば、もうそれは走っていることなので、で、まあ、歩くことと走ることをいかにシームレスにやるかみたいなこともね、ちょっと昔考えたりはしてるんですけど、まあ、ちょっと長くなるんで今日はこのくらいにしたいと思います。今日も人間をやりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。ニュースレター書いてますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。